間がないよ。借りようって言ってたじゃん。クマのたーちゃん今日から保育園だよ。お休みさせました。そうだね、お花ね。おはようございます。今日は4月8日月曜日なんですけど、本来であれば4月1日から保育園初日だったんですが、ちょっとトアもノアも風邪をひいてしまいまして、ちょっと1週間お休みさせていただいて、今日からトアは保育園の初日、ノアは少しまだ風邪が残っているので念のためお休みさせるようにしたいと思います。初日でトアが開かないかちょっと心配なんですけども、1時間だけなので私もトアを心配させないように見送りしたいと思います。こちらのチャンネルでは香港育ち日本在住10年以上のパパ、私日本人アラサーママのサキ、香港と日本のハーフ男の子2人の4人家族の日常や子供の成長、子育ての悩みだとか甘い目線で動画を発信しています。ママとしてまだまだ新米ですが、今までの私の経験だったり国際家族のあるあるなんかを皆さんにシェアして、少しでも何か皆さんの参考になれば嬉しいと思っています。同じママさんやこれからママになる方、国際結婚している方などなどたくさんの方と出会いたいと思っていますので、コメント欄やあと私はインスタもやっているので、そちらでぜひ交流できたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おはようトア。おはよう。よく眠れた？おはよう。おはようございます。たーちゃん今日から保育園だよ。保育園はお友達とたくさん遊んだり、家にないおもちゃもいっぱいあるかもね。優しい先生もいっぱいいるよ。保育園楽しみな人、楽しみ。この間行った保育園だよ。先生と遊んでもらったでしょ。ご飯食べる？はーい。じゃあ行こうか。トワちゃんほらほら。そうだね。昨日レッカー車ね、パパに買ってもらったね。これね、黄色いレッカー車。そうだね。Education, we a nation full of luring hills. They paint our textbook in a whitewash, distorted lens. Like all it takes is some white out to get us to write down that her fountain father's hands wasn't covered in red. But mama, don't you worry, got up and learned it. Celebrated with them. もうちょっとこっち行って。これ持ってていいから、はい、ゴローってする、ゴローって。そうそう、もうちょっと上に行ってください。Sit down, shut up, and get ready to spend. Pledge allegiance to the Dow Jones. 時間がないよ、トワちゃん。I wanna ask, is our children learning? I wanna ask, is our children learning? Montreal is nice this fall. So tell me first, is our children? じゃあお手手拭いて。いただきます。はいどうぞ。ごめん。よいしょ。お花出てるね。います。持てる？じゃあ持てますか？さっきトアを保育園に送ってきました。やっぱりちょっと帰るとき泣き叫んでる声が聞こえました。明日入れるかな。でも行った時は花とかね、桜とかね、トアは花が好きだから
見て楽しく、なんか早く降りたいってベビーカーから降りたいってしてたんですけど、お部屋の中に入るとここはどこだみたいな雰囲気でちょっとそわそわして、でも靴下脱いでって言ったら靴下も脱げてたし、先生からじゃあお母さんにバイバイしようねって言ったら、私にバイバイするって時間ないけどバイバイしてたので、なんとかなるかな。ちょっと今日の様子次第ですね。今日はノアちゃんはまだ咳が出てるので保育園はお休みさせました。ノアちゃん、ノアちゃんです。今からトアを迎えに行きます。おかえり。ノアちゃん汗だくだ。やっぱりずっと泣き続けてたみたいやね。ちょっとノアちゃんのさ、病院行ってさ、お家帰って美味しいもの食べよう。今美味しい？くれんの？いただきます。食べれそう？自分で。それさ、僕食べるの？食べれる？僕で。ちょっと一段落したね。ノアの保育園2日目だったんですけど、奈良市保育でね、頑張ったね。もうやっぱり1日目は最初ね、どこ行くかわかんないですけど、2日目になると1日目はね、帰る時泣き叫んでたので、もう保育園の今日は保育園の玄関見た瞬間にもう帰るって言って、歩いてきた方向を指さしてもう泣き始めてたんですけど、でそこをちょっと引っ張ってね、連れて行って、で玄関まで行って、教室も入れなかったので、先生がヘルプしてくれてドアを抱いて靴下脱がせて教室に入れてくださったんですけど、特に今日は雨が降っていたので、もう朝ですよ、目覚まし時計が言いました。おはよう、タカくん。おはのお花ね。青いお花。じゃあもう保育園着くよ。保育園。ほら先生からさ、昨日の消防車借りようって言ってたじゃん。大丈夫。今からトアを迎えに行きます。どうだろうかね、泣いてるかね。昨日はね、先生からおもちゃを借りて絵本もね読んでもらって、帰る時はね楽しくやってたから、今日もね先生がちょっと一緒に見てくれて楽しくやってくれるといいな。食べて最後まで食べる。おはようございます。今日は保育園4日目なんですけど、今日も朝から玄関入る前から来た道に戻りたいと指をさして
泣いておりました。またセコムカード忘れちゃったいつも忘れちゃう。そう、保育園入るのにセコムカードが必要なんですけど、私も全然慣れない。爸爸はお仕事。なあちゃん。爸爸お仕事。そうだね、お花ね。クマのおやすみ。お母さんちょっとご飯を。今日のご飯が足りなかったので食べさせてください。お腹空いちゃった。今日は金曜日で新しい保育1週間の最終日なんですけど、保育園が見えたらいつも通り乗って始めて、やっぱ昨日、おとといとかに比べるとそんなになんか慣れてる感じがして、昨日、おとといはだいたい保育園の玄関から50メートルぐらいかな、抜いたら泣いて、で、おとといは100メートルあたりから泣き始めたから、どうかなってちょっと頭が心配したんですけど、今日は5分ぐらい先で入ってまして、朝は保育園の正面玄関を入って保育園のドアまで本当に一人で行くのが無理だったんですけど、今日は泣いてたんだけど、もう一緒に手を引いて階段をもう登るよって言って階段を持ってくれたし、泣きながらね。で、玄関も泣きながらだけど入れたし。で、昨日はね、玄関、入って返事なくて先生が抱き上げてきついたを脱がせてっていう状態だったんだけど、今日はね、自分で玄関の入り口のところに自分から座って、で、靴、脱ぎたくないって感じなんだけど、私が脱がせられるような状態自分で持ってってくれて、ごめん。で、最終的には先生がアタックして連れてってくれたんだけど、昨日よりは少し前からなって感じです。初日がまた休みが入るから月曜日がちょっとまだ分かんないし、また月曜日からスタートするかな。どうなるか分かんないんだけど、ちょっとずつね、本人もなんとなく保育園に行く話になって慣れてくれたらいいかなっていうところですね。そうよ。夏になったらそこから水がブシャーって出てくるからね、水遊びできるよ。いや、大丈夫。トアは土日の休みで保育園を忘れてしまったのか、翌週も振り出しに戻って保育園が見えたら泣き始めて、違う方へ進んでと指さしてまた訴えていました。ノアに関しては当時は生後8ヶ月でまだ人見知りも出てない時期だったので、保育園に行っても初日から楽しく遊んでいました。なんなら家ではいつもお兄ちゃんペースで自由に遊べなかったので、保育園に行くことでストレス発散しているかもしれません。なのでノアに関しては心配していませんでした。今現在も保育園しぶりもなく楽しく通えています。トアの話に戻ると、トアは4月下旬頃には玄関が見えたら泣きそうな顔になっていたんですが、泣くのを耐えてたって感じで、ただゴールデンウィークの長期休みが入ったので、そこでもまた保育園の慣れがリセットされてしまいました。長期休みは本当に厄介です。ただ行きの送りで泣いてても教室に入ると楽しく遊んでいたみたいで、帰りお迎えに行くと笑顔で駆け寄ってくるようになっていました。トアに関しては初めての保育園に本当に泣かずに教室に入れるようになったのは毎日1ヶ月通うことを続けてからでした。今は何事もなかったように教室にスーッと自分で入って、最後は私にバイバイできるようにまでなりました。
初日は泣いている姿を見て心配でしたが、終わりは必ず来るし、昨日まで泣いてたのに今日いきなりって状況で教室に入るのを見て、とはなりに状況を整理して順応していったんだなと感じました。最後に保育園の洗礼対策、我が家の感染症対策についてなんですが、1つ目は保育園から帰ったら手足を洗っています。最近ではベビーカーから降りたらすぐにお風呂場に直行してお風呂に入ります。2つ目は私たち大人の話なんですが、免疫力やビタミンを補うサプリを飲んでいます。子供からの感染力が一番きついなぁと体験して、少しでも病原体を跳ね返せるようになりたいと思い飲んでいます。3つ目は週1回は家中に除菌スプレーをします。部屋をワイパーやタオルなどで拭き掃除する方が一番いいかなと思うんですが、なんせ私がズボラなので、子供のおもちゃもスプレーするのが早いと思い、この対策に行き着きました。4つ目はこまめに鼻水を吸ってあげます。特に息子2人ともかかりつけの病院から気管支が弱いと言われていて、保育園に行く前からも人混みの場所から帰った翌日はよく熱を出していました。朝起きた時、お風呂から上がった後、寝る前は必ず鼻水を吸っています。大きくこの4つがメインの対策になるんですが、他にも食べ残しを食べない、子供の分だけではなく私たち大人の分も子供に分けないとか、週末の休みも平日と変わらず早寝早起きをさせています。日曜日お出かけしても夕方には保育園の帰りと同じくらいの時間には家に戻って翌日の保育園に備えます。今のところこれで大きな病気も熱もなく毎日登園できています。他のママさんたちにも聞いてみたら、1年間で鼻水、咳が出てない日の方が少ないと言われていました。それを聞いたら熱を出さずに毎日通えるだけで花丸だなぁと考えるようになりました。以前は保育園から呼び出しの電話が来たらどうしようと不安だったんですが、これだけ対策やって熱が出たら仕方ないかと気楽に捉えられるようになりました。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは次回動画でまた会いましょう。またねー。